皆さん、こんにちは。優しい日本語、ポッドキャストの時間です。秋です。日本での生活は楽しいですか？新しいこと、面白いことがたくさんありますね。でも、時々、夜、一人で部屋にいるとき、急に寂しくなりませんか？周りの日本人は楽しそうに話しているけど、自分は話に入れない。国の家族や友達にとても会いたくなる。今日のテーマは私の経験です。テーマは寂しい気持ちと私がそれをどう乗り越えたかです。もし今あなたが寂しいと思っていたら、この話を聞いて少しでも元気になってくれたら嬉しいです。どうして日本で寂しくなりますか？日本に来た時、私は毎日が忙しくて楽しかったです。でも3ヶ月くらい過ぎてから寂しいと思うことが多くなりました。どうして寂しくなったんでしょうか？理由は3つあると思いました。1つ目は言葉です。簡単な日本語は話せましたが、自分の本当の気持ちや面白い話を全部日本語で言うのは難しかったです。言いたいことが言えないとき、友達といても一人だけ違う場所にいるような気持ちになりました。2つ目は文化の違いです。日本人はとても親切です。でも時々本当はどう思っているかはっきり言わないことがあります。だからこの人は本当に私の友達なのかなと心配になることがありました。3つ目は家族と遠いことです。疲れた時や悲しい時、一番話したい家族や友達は遠い国にいます。国の料理がとても食べたくなりました。こんな気持ちがたくさんになって、ある日、もう国に帰りたいと思いました。2、私がした寂しくならないための3つのこと。でも、私は日本が好きでしたから、帰りたくありませんでした。だから、この寂しい気持ちをなくすために、何かを始めようと思いました。私がやってみて、とても良かったことを3つ、紹介します。方法1、好きな場所を見つける。家じゃない、学校や会社でもない、第三の場所です。そこへ行くと心が落ち着く、安心する場所のことです。私にとってその場所は家の近くの小さいカフェでした。寂しい週末はいつもそのカフェに行きました。お店の人と今日はと挨拶するだけでも心が少し温かくなりました。そこで本を読んだり、コーヒーを飲んだりしました。自分だけの時間、安心できる場所は、私にとってとても大切でした。公園のベンチでもいいです。図書館でもいいです。あなただけの好きな場所を探してみてください。方法2、好きなことをするグループに入る。一人でいると悪いことばかり考えてしまいます。だから私は外に出る理由を作りたかったです。そして市のセンターで外国人のための書道のクラスを見つけました。私は字が上手じゃありませんでした。でもそれは問題じゃなかったです。大切なのは同じことが好きな人たちと毎週会うことでした。
先週、何をしましたか？この漢字は難しいですね。そんな簡単な話から、少しずつ友達ができました。好きなことをしている時間は、寂しいことを忘れます。そこで会う人たちとは、国が違っても、友達になれました。スポーツでも、料理でも、何でもいいです。あなたの好きなことは何ですか？街で、そういうグループを探してみてください。方法3、小さい、勇気を出す。これが一番難しかったです。でも、一番大事でした。それは、自分から少し何かをしてみるということです。寂しい時、私たちはあまり人と話したくなくなります。でも、そこで少しだけ頑張ってみるのです。例えば、アパートで会う人に自分からおはようございますと言ってみる。学校や会社でいつも一人でご飯を食べている人に一緒に食べませんかと言ってみる。コンビニのお店の人にありがとうございますの後、お仕事頑張ってくださいと言ってみる。もちろん、いいえ、大丈夫ですと言われるかもしれません。少し恥ずかしいかもしれません。でも、もし相手が笑ってくれたら、そこから新しい友達ができるかもしれません。小さい勇気が私の世界を大きくしてくれました。最後に、あなたに言いたいこと。今、日本で寂しいと思っているあなたへ。あなたが寂しいのは、あなたが弱いからじゃありません。新しい場所で一人で頑張っているからです。それは、あなたがとても強いということです。だから、自分を悪く思わないでください。寂しい気持ちは、波と同じです。大きい波が来ても、いつか必ず小さい波になります。大切なのは、波が来た時に自分を助ける船を準備しておくことです。その船は好きな場所や楽しい時間、そして小さい勇気です。そして忘れないでください。この日本にあなたと同じように寂しいと思っている人がたくさんいます。あなた一人だけじゃありません。この話を聞いて、あなたの心が少しでも軽くなったら、私は本当に嬉しいです。それでは、今日の優しい日本語ポッドキャストは、ここまでです。また次回、お会いしましょう。さようなら。